おはようございます。ケンです。今日のテスラですが、結構情報量が多いです。しかも、ただ明るいニュースが出ていますというだけではありません。株価は久しぶりに400ドルを超えてきました。その一方で、ハードウェア3のオーナーにとっては、かなり重たい話も出ています。さらに AI6 とテラファブに関する動きも出てきていて、技術面でも新しい材料が積み上がっています。はい。では本日もテスラに関する最新情報をお届けしていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず最初に見ておきたいのがテスラ株です。テスラ株は久しぶりに400ドルを超えてきました。今日の値動きを見ると、一時401ドル台まで上がっていて、かなり強い動きになっています。400ドルっていうのは単なる数字ではなくて、やはり心理的な節目として見られやすいラインです。なので、ここを超えてきたというのは、市場の空気が少し変わってきたと見る人も多いと思います。ただ、ここで大事なのは、今日の上昇を何か一つの材料だけで説明しないことです。テスラ株が今日上がった理由はこれです。と一本で片付けるよりも、ここ数日でできていた材料、これが積み上がって、その結果として400ドルを回復してきたと見る方が自然です。特に今は決算前というタイミングでもあります。市場は足元の販売台数だけではなく、今テスラのどこに変化が出ているのか、これを探しています。そういう中で今日のニュースを順番に見ていくと、なるほど、こういう材料が市場に意識されているのかっていうのが見えてくるんじゃないかと思います。そしてその一つがインド向けのモデル YL の報道です。今回出てきたのは、テスラがインドで6人乗り仕様のモデル YL を投入する準備を進めているという話です。インド市場についてはこれまでも期待はありましたが、現実にはかなり難しい市場でした。特に高い輸入関税の問題があって、価格がかなり重くなり、販売は思ったほど伸びていませんでした。そういう中で今回新しいトリムを持ってくるという話が出てきたわけです。ここで大事なのは、これをすぐにインドで大成功する話として見ることではないと思います。今日の時点ではまだそこまで言える段階ではありません。ただ、市場が見ているのは別のところです。テスラがインドで苦戦して終わるんではなくって、その市場に合わせて商品構成を調整しようとしている。この姿勢が確認されたこと自体が一定の安心材料になっている可能性があります。つまり、今回のモデル YL の報道は、販売台数がすぐに大きく伸びるっていう話というよりは、テスラが苦戦している市場でも手を打ってきているという確認です。市場はそういう小さな変化を意外とよく見ています。何もしない会社なのか、それとも苦しい市場でも次の一手を出してくる会社なのか、この違いは決算前のタイミングではかなり大きく見られやすいです。なので今日の400ドル回復を考える上でも、このインド関連のニュースは無視できないと思います。もちろんこれだけで株価が全部上がったというわけではありません。ただ、海外メディアの中では、このインドの報道の後、テスラ株が大きく上昇したっていう風に書かれているメディアもありました。今回の400ドル超えっていうのは、このインドのニュースが影響している可能性も十分にあると思います。しかし、今日のテスラを明るい材料だけで見るのは危険です。ここで次に見ておきたいのが、ハードウェア3オーナーの FSD 問題です。これは特にオーナーの方にとってはかなり直接的で重たいニュースです。報道では2019年に FSD を購入したオランダのテスラオーナーが長年待ち続けた上でテスラに問い合わせたところ、はっきりした時期も方針も示さず、要するに待ってほしいというような案内を受けたという内容が出ていました。ここで重いのは単にサポート対応が良くなかったっていう話ではないことです。FSD を買った人にとってはこれはかなり本質的な問題です。自分はお金を払って機能を買った。その機能がいつ来るのか、そもそも今のハードウェアでどうなるのか、その説明が曖昧なままになっている。これはオーナー目線ではかなり納得しにくい話です。特に今は新しいニュースがどんどん前に出ています。AI6 の話、テラファブの話、新しい市場の話、株価上昇の話、そういう前向きな材料が出ている一方で、既存オーナーのハードウェア3問題がきちんと整理されていないとすると、そこにはかなり大きなギャップがあります。
僕は今日のテスラニュースを見るときに、このハードウェア3の話を軽く流してはいけないと思っています。なぜなら、これは未来の構想の話ではなく、すでにテスラを信じてお金を払ったユーザーの現実の話だからです。こちら先日も少し取り上げましたが、この問題に対してテスラはきちんと説明、解決案、これを具体的に提示すべきだと思います。しかも、この問題は単に不満で終わる話ではなくって、欧州では法的な圧力にもつながり始めています。そうなってくると、これは単なるユーザーの体験の問題ではなくって、ブランドへの信頼や説明責任の問題にもなってきます。今日のテスラは強いです。株価も強いです。新しいニュースも多いです。でも、その裏側でこういう宿題がまだ重く残っている。この点はかなり冷静に見ていた方がいいと思います。その一方で技術面ではかなり大きな話も出ています。ここで見ておきたいのが AI6 です。昨日 AI5 の話を扱いましたけれども、今日の流れで見るとむしろ重要なのは AI6 の方です。なぜかっていうと AI5 がどうすごいかという話だけではなく、テスラがさらにその先の次の世代をかなり具体的に見せ始めているからです。今回出てきている情報ではAI6 は AI5 の単なる延長ではなく、かなり大きな設計の進化として語られています。サムソンの2ナノメーターのプロセスや、さらに途中の改良版としての TSMC の2ナノメーターを視野に入れたAI6.5 のような話まで出てきています。このあたり細かい半導体の話になってくると難しくなりやすいですが、今日のニュースとして押さえておくべきポイントはそんなに複雑ではありません。要するにテスラは次のチップを考えているっていうよりも、もうその先の演算基盤をかなり前倒しで準備し始めているということです。しかも単純に計算性能を上げるっていうだけではなくて、メモリの扱い方や SRAM をどう使うのかといった部分まで踏み込んでいます。これはかなり重要です。なぜなら AI の性能というのは単に演算機を強くすればいいわけではなくって、どれだけ効率よくデータを回せるのかっていうのが大きいからです。つまり今日の AI6 のニュースはすごい数字が出ましたっていう話よりも、テスラが次のチップをかなり真面目に設計し直しているという点に意味があります。昨日 AI5 について言いましたけれども、今日はその延長で AI6 まで見えてきたっていうのが重要な変化だと思います。そしてその AI6 の話をただの構想で終わらせない材料として見えてきているのがテラファブです。テスラはテラファブ関連で台湾で経験豊富なチップエンジニアを募集していることが報じられています。しかもその中身を見るとかなり広い範囲を見ています。リソグラフィー、エッチング、先端パッケージング、2ナノメーター級のプロセス経験などかなり専門的で、しかも即戦力を求める内容です。ここで大事なのはテラファブが完成するかしないかっていう遠い議論ではなくて、今日時点で確認できる事実です。それはテスラがそのための人材を実際に集め始めているということです。このニュースを見ていて感じるのは AI6 の話だけ聞くとどうしても少し未来寄りに見えていますが、採用という現実的な動きが出ていることで、その話に足場ができているということです。少なくともテスラの中では必要な人材をどこで確保するのか、どの工程まで見るのか、かなり具体的に動き始めているように見えます。ここも過大評価は不要です。今日の時点で何かが完成したわけではありません。ただ、口で大きなことを言っているだけなのか、実際に必要な人を集めているのか、この差は大きいです。今日出てきている情報を見る限りでは、テスラは少なくとも後者に入ってきていると見て良さそうです。はい。ではね、ここまで見てくると、今日のテスラかなり面白いです。株価400ドルを回復してきたインド向けモデル YL という販売面の調整も出てきた。一方で、ハードウェア3オーナーにはかなり重たい問題がのしかかっている。そして技術面では AI6 とテラファブで次の動きが具体的に見え始めている。つまり今日のテスラは一つの明るい材料で説明できる日ではないんです。販売面の小さな変化もあり、オーナー対応の課題もあり、技術面の進展もある。その全部が同時に出ている日です。
だからこそニュースを一つずつ分けてみるよりもまとめてみる方が今の状況がわかりやすいと思います。最後にオーナー向けの実用的な話も少しだけ触れておきます。2026.14.1 のソフトウェアアップデートではドッグモードからペットモード、グロックの音声起動、FSD アプリ、UI 改善など細かな機能追加も出ています。今日の主役は株価や AI6 の話かもしれませんが、実際にテスラを日々使っている方々にとっては、こうしたアップデートの積み重ねもかなり大事です。僕の方にもアップデートの通知が来ていますが、まだアップデートしていません。今週末にアップデートしたいと思っています。大きなニュースばかり見ていると見落としがちですけれども、テスラはこういう日常的な使い勝手の改善も並行して進めています。このあたりは派手ではないですが、オーナー目線ではしっかりと押さえておきたいポイントだと思います。はい、ではね、本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい、中心です。皆さん、車での移動中や充電ステーションでの待ち時間、ネット環境ってどうされていますか？スマホのテザリングだとバッテリーも減るし、ギガも気になりますよね。そこで最近僕が使っているのは、モビリティ Wi-Fi、モビファイというサービスです。これ何がすごいのかっていうと、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、この4つの回線を自動で切り替えてくれるんです。つまり、走っている場所に合わせて、その時一番強い電波を勝手に掴んでくれるんですね。しかもデータ容量は1日 33GB、月換算で約 990GB です。実質使い放題みたいなものです。これで月額4180円税込みで、端末代も初期費用も0円。車移動が多い方、移動が多い方ですね。電車だったりバスだったりそういう風に移動が多い方で、その移動中に何か動画を見たいとか、ネットをいろいろと使っていきたいと言われる方にとっては、かなり合理的な選択肢じゃないかなって思います。車専用の固定式っていうわけではなくって、持ち運びができるバッテリー内蔵型なので、車から降りてカフェで作業するときにも使えます。僕も普段自分自身が持ち歩いているように使っています。車の中でも当然使えますけれども、カフェだったり移動中だったり、やはり移動中って結構ネットにつながりにくいっていうことが多いので、このモビリティ Wi-Fi をオンにして、常時 Wi-Fi に接続しているっていう風な感じで使っています。ぜひね、興味がある方は概要欄にリンク置いていますので、そちらの方からご確認ください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。